はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私ちょっと前に音が静かな最近の 3D プリンター増設したんですけども、実は不満が2つあります。印刷速度が遅い、それから囲いがないので温度の安定性が悪いの2点ですね。そんな中インターネットいろいろ探していると、なんかもう別次元の技術でめちゃくちゃ高速化した 3D プリンターっていうのが今発売されてるみたいですので、そのタイプの囲いがついたタイプ導入してみたいと思います。それから私よくいろんなポータブル電源使ってるんですけども、その中でどうしても解決したい問題が一つありましたので、この 3D プリンター使ってですね、それを解決するアイテム作ってみたいと思います。で、今回導入する機器やその他使ってるものなんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。いや、こういう機械の高速化ってなんか物理限界がありそうな気がするんですけども、そこら辺どうやってクリアしてるんですかね。で、今回導入する機器がこれ、クリアリティ社製 K1 っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、はい、印刷方式は FDM 熱溶解積層方式で、最大造形サイズが 220×220×250mm で、製品サイズが 355×355×480mm、 最大ノズル温度は300度、最大ヒートヘッド温度は100度で、対応素材が PLA、TPU、PETG、ABS、PET、PA、ASA、PC、PLACF、PETCF、レベリングは自動調整、印刷速度は 600ms/s、加速度は 2000ms/s の2乗っていう風になってますね。まず最大造形サイズですけども、はい、これ一般的な数値で、前回導入したやつと、高さがちょっと変わったぐらいで XI は同じ寸法なんですけども、製品の外形サイズを見てみると、前回導入したオープン式のエンダー 3S1 よりも今回のクローズ式の方が結構小さいんですよね。いやー、囲いができた分大きくなるのかなと思ったんですけど、コンパクトになってるっていうのはこれ非常にありがたいですね。それからヘッドとベッドの温度も結構上がりますので、かなりいろいろな素材に対応できます。そしてなんといっても印刷速度 600ms/s、前回のエンダー 3S1 が 150ms/s でしたので、純粋に4倍の速度っていうことになりますね。っていうか、そんな速度でヘッドって動けるもんなのかな。はい、何はともあれ中身出していきたいと思います。はい、中身出すとこんな感じですね。で、まず入っていたのは AC のケーブル、それからこれはドアノブですね。で、こいつはタッチパネル液晶のコントローラーで、こいつはフィラメントを取り付けるためのパーツで、これはおそらく本体を載せるための台座、そしてこれはテストプリント用のフィラメント、そしてこれは工具類一式。組み立てや整備もこの付属の工具を使用すれば全て対応できるようになってるみたいです。で、これは USB メモリーで、これはなんだ、これ上に乗っける天板ですね。そして最後に取扱説明書ですね。で、中身は日本語のゾーンもありますので、これ迷うことなく使えるかと思います。製品の正しい箱からの取り出し方とかも載ってますね。やべ、何も考えずに適当に引っ張り出しちゃった。で、こいつ基本的に完成品なんですけども、ちょっとだけ組み立てる必要があります。といってもめちゃくちゃ簡単ですけどね。まずは裏蓋のフィルムを剥がして上に乗っけますと、はい、これマグネットでくっつくようになってます。で、これガラスのドアなんですけども、取っ手の部分だけ後付けになっているので、ここ取り付けていきます。といってもネジを2本締め付けるだけですね。はい、これで開け閉めがやりやすくなりました。
で次はタッチパネル付き液晶パネルの取り付けで、裏側にコネクター挿すとかありますので、本体から出ているフラットケーブルのコネクターを差し込んで、本体の溝に合わせてカチャッとはめ込めば、はい、これで取り付け完了ですね。そして裏側にフィラメントのリールを引っ掛けるための棒をねじ込めば、はい、これで OK ですね。で、あと組み立てとは違うんですけども、おそらく輸送中にこのベッドがガタつかないように3箇所でネジ止めされているので、このネジを取り外します。はい、意外に長いネジがはまってますね。最後にヒートベッドの保護シールを剥がしますと、はい、これで本体の組み立て完成ですね。ちなみにヒートベッドの部分はこうやって取り外すことができて、金属製のペラペラしたやつですね。はい、では組み立て完了しましたので、本体ざっと見ていきたいと思います。まず正面ですけども、はい、ガラス製の扉がついていて、これをマグネットで吸着しますので簡単に開け閉めできるようになってます。で、下の方に行きますと、はい、液晶のタッチパネルがありますので、ここでいろいろコントロールをします。そして左の方に行きますと、はい、USB 挿すとこありますので、なんかデータのやり取りとかするときはですね、ここに挿して使います。で、フレームの構造部分はアルミでできてますので、結構頑丈ですね。で、側面に行きますと、はい、ちょっと分かりにくいんですけども、側面のパネルも半透明な素材でできていて、中の様子を覗いてみることができます。この保護テープを剥がすと見やすくなるかなと。ちなみに側面のパネルはプラスチックでできてるっぽいですね。で、ここの穴は 100V 系か 200V 系かの入力電圧を切り替えるスイッチが奥に入ってます。日本だと右側の 115V のところにしとけば OK です。で、背面に行きますと、はい、左上にフィラメントがちゃんと通っているかのセンサー、そして右側に冷却のファンがついてます。そして右下に電源ケーブルと電源スイッチの部分があります。で、逆サイドの側面は何にもないですね。では電源を入れてみますと、はい、まず最初に言語を選択する画面が出てくるんですけども、なぜか日本語ってあるんですけど選べないですね。もしかしたらファームウェアをアップデートすると対応できるのかな。そして自動でチェックする項目が出てきますので、はい、これ OK を押すとですね、勝手にやってくれます。で、この作業数分かかるんですけども、最終的に自動的にこのベッドの水平の調整までやってくれるので、正直人間の手でやることないです。で、前の機種も自動レベル調整機能っていうのはあったんですけども、最初の1回だけはなんか紙とか使って隙間を調整する作業っていうのが必要だったんですけども、こいつはそういう初期の調整も必要なくて一発で全自動でやってくれます。で、実は前回の機種の時、初期調整の方法間違ってですね、いきなり壊しちゃったっていう苦い経験がありますので、こんな風にフル全自動でやってくれると初心者でも安心かもしれないですね。はい、完了するとこんな感じですね。標準画面はこんな風にベッドとノズルの温度が表示されてグラフで分かりやすいようになってますね。では印刷するための準備をしていきます。まずはフィラメントのセットですね。せっかくなんで付属のやつ使ってみます。はい、袋から取り出したらこのリールに引っ掛けて、先っちょのくにゃくにゃしたところをニッパーでカットして、フィラメントセンサーのところに差し込んでいきます。そしたら次は本体を操作してヘッドの温度を設定して温めていきます。
では適当に200度とセットして、はい、グラフを見ているとちょっとずつ温度が上がってきましたね。はい、温度がいい感じになったらタブを切り替えて左のエクストルードのボタンを押してみます。そうするとノズルの先にフィラメントが送られてきて、はい、こんな風に先っちょから出てくれば準備完了です。ちなみにこの画面でベッドの高さを動かしてみたり、ヘッドの XY の位置を動かしてみたりできます。では早速テストプリントしてみたいと思います。で、プリントするのは最初から中に入っていたこの 3D ベンチ、いろんな人がテストプリントに使ってる船ですね。これでヘッドとベッドの温度が上がれば動き出すはずですけども、はいはい、ちょっと時間が経って動き出しましたね。おお、やっぱり4倍のスピードっていうだけあってかなりシャキシャキ動きますね。ただまあこれくらいのスピードだと速くなったっちゃ速くなったですけど、そこまでびっくりするほどでもないかな。なんか縁の部分はゆっくりでしたけども、真ん中の部分はかなり速く動いてる感じですね。おお、速い速い。もしかしたら1層目は定着を良くするためにちょっとスピードを抑えられてる可能性もありますね。おお、横のファンからターボみたいな音がし始めて、おお、めちゃくちゃ速くなりましたね。やっぱ2層目くらいから本気出すような設定になってるかもしれないですね。速っ。で、上から見るとこんな感じですけども、縁とか輪郭の部分はちょっとスピードを落として丁寧に描いてる雰囲気で、内部の方の結構どうでもいい部分はめちゃくちゃ速く動くような設定になってるみたいですね。ちなみにここら辺の設定はスライサーソフトで自由に変えることができるはずです。ただ速度めちゃくちゃ速いですけど、音もめちゃくちゃでかいっすね。ちなみにプリント中はこんな風に画面に進捗率が分かりやすく出るようになってます。あとめちゃくちゃ動きは速いんですけども、その分振動はすごいっすね。今自作のちっちゃいテーブルの上に置いてるんですけども、めちゃくちゃ揺れます。というわけで同じテーブルで仕事とかしてるとちょっとイラッとくるかもしれないですね。で、こいつなんでこんなに速く動けるのかなと思っていろいろ見てみると、通常 X 軸を駆動するステッピングモーターって Y 軸の上に乗っかって一緒に動いてることが多いんですけど、こいつはステッピングモーターを本体側に固定して可動部分をめちゃくちゃ軽量化してるんですね。なるほど、こういうからくりで完成力に打ち勝ってるわけですね。とはいえこんなにガタガタ揺れててなんで大丈夫なのって思ったら、ヘッドに G センサーが内蔵されていて、そこら辺もうまく打ち消せるようにいろいろ演算してやってるみたいです。いやー、いろんな技術を複合してこの速度を実現してるんですね。はい、だいぶ終わりが近づいてきましたけども、この細い煙突部分も結構器用に描いてますね。はい、プリント完了しましたね。ちなみにプリント完了までにかかった時間は約15分って感じでした。じゃあ完成品どんな風になってるのか外してみたいと思いますけども、まだあったかいので普通には取れないですね。そういった時はこのベッドごと取り外して、これがですねくにゃくにゃ曲がりますので、ちょっとくにゃっと曲げるとですね、はい、簡単に取ることできます。で、肝心の仕上がりですけども、はい、ちょっと白なので見にくいですけども、パッと見ですね、めちゃくちゃ綺麗にできてますね。っていうか、あれだけガッチャンガッチャン本体揺れながら作ってたのに、完成したものを見るとそのガチャガチャ具合全然出てきてないですね。アーチ状の部分とか丸穴の部分とかもかなり綺麗にできてますね。アンダーカットの四角い窓も綺麗にできてますし、このアーチ状の部分も綺麗にできていて、はい、背面の丸穴のところも綺麗にできてますね。で、意外にヘッドがジャンプするような場所では糸引きがいっぱい出たりするんですけども、見る限り後加工が必要なくらいの糸引きっていうのは見当たらないですね。
速度めちゃくちゃ速いですけども品質全然悪くないですね。っていうかむしろいいですね。じゃあどのくらい速いのか前の機種とちょっと比べてみたいと思います。で実はこの右側の黒い塊が前に導入した機種なんですけども、実は梱包材を利用して密閉するための囲いを作ってます。やっぱ冬の寒い時期とか ABS とかを造形しようとするとどうしてもオープン型だと厳しくなっちゃうので、こういう風に断熱材で囲いたくなっちゃうんですよね。ちなみに上の窓から中覗けるような仕様になってます。ではこの2台の機種で同じものを同じ条件でプリントしてどの程度速度に差が出るのか見てみたいと思います。はい、これどちらも同じ倍速で撮影してるんですけども、もう K1 の方終わっちゃった。ちょっと比較のために K1 の方はリピート再生させておきますかね。結果から言うと K1 の方はだいたい15分で完了していて、エンダー 3S1 の方は1時間半くらいかかりました。実際やってみると5倍くらいの差が出ましたね。ちなみに完成品はこんな感じ。左が今回の K1 で右が前回のエンダー 3S1 ですね。で隅から隅まで見比べてるんですけども、全く違いないですね。というわけで印刷速度5倍イコール時間が5分の1になってもプリント品質は全然変わらないっていう結果になりましたね。こんだけ早いとちょっと無駄にいろいろ作りたくなっちゃいますね。はい、かなり高速でプリントできること分かりましたので、私が日頃から抱えているポータブル電源の悩みを解消するアイテムを作りたいと思います。そう、悩みとはこの天面がフラットじゃないポータブル電源の上に物が置けないっていう悩みですね。こいつ容量の割には重量軽くて値段も安くてなかなかポイントの高いポータブル電源なんですけども、この天面が微妙にカーブしてるっていうのが惜しいとこなんですよね。というわけでこのカーブをフラットにするアイテム設計していきたいと思います。設計に使うのはいつも使っているフュージョン360っていう無料で使えるソフトですね。まずはベースとなる1枚の板を作って、そこの真ん中に穴を開けて斜めになっている分端っこを高くしてみます。そしてポータブル電源のデコボコに合わせて干渉しそうな部分をカットしていって、これで形状としては完成なんですけども、このサイズは一発でプリントできないので半分にします。で半分にしただけだとくっつかないので環合部を作って2つの部品がきれいにドッキングできるような形を作ります。ついでにロゴも入れときますかね。はい、これできれいに完合するはずですので同じ部品をもう一つつけてみますと、はい、こんな感じに真ん中の部分がきれいに完合してドッキングしてますね。では完成した部品を STL 形式で出力します。でスライサーソフト、いつもはキュアってやつ使ってますけども、今回はこのメーカー純正のクリアリティプリントっていうやつ使ってみたいと思います。はい、先ほどの STL データを読み込むとこんな感じで出てきますので、回転させてきれいに着地する面を下にします。で今回はアンダーカット部分がありますのでサポート材をつけて空中に浮いてる場所がちゃんと印刷できるようにします。こんな感じでサポートの作成を実行しますと、はい、自動的にアンダーカットになっている部分にサポート材の候補が出てきます。で結構不要そうな部分もありますので、こうやってですね手動で好きなとこ消したりもできます。じゃあちょっといらなそうな部分消しちゃいますかね。じゃあ細かい設定はいじらずにそのままスライスのボタンを押しますと、はい、こんな感じで
スライス結果が出てきます。でパッと見大丈夫そうですけども、こうやって一層一層ですねずらしながら問題ないか一応確認して、大丈夫そうですね。ではプリンターにデータを転送するんですけども、こいつ Wi-Fi で飛ばすことできます。でこの右下のランプリーティングっていうところを押しますと、この部品送りますか的なウィンドウが開くので、必要があれば名前を変更してコンファームのボタンを押します。するとですね Wi-Fi につながっているプリンターの候補が出てきますので、こいつにチェックを入れて OK ボタンを押すと、はい、これで転送されてるはずですね。で右の方のディテールっていうところを押しますと、はい、プリンターの内部の状態が分かるような画面になって、この中に先ほど転送された部品が入っているような形になります。では先ほどの部品を選んで、レベル出しも一緒にやるような形で選択します。はい、で今動き出したんですけども、 Wi-Fi で接続しているとこうやってマシンの状態をリアルタイムに逐一確認することができるので、これ非常に便利ですね。というわけで印刷されてるんですけども、印刷可能なほぼ最大サイズで印刷してますので、ヘッドがかなり縦横無尽に動き回りますね。やっぱり速度も速いので、やっぱりこういうでっかいものプリントする時もこの速度はかなり有利かもしれないですね。もちろん振動と騒音もそれなりにでかいです。多分蓋閉めるのはもうちょっと静かになりますかね。では時間を置いて見ていきましょう。はい、というわけで完成しましたね。ちなみに印刷にかかった時間は2時間7分でした。いや、このサイズのプリントにしてはめちゃくちゃ早いですね。従来のプリンターだと単純に5倍くらい時間かかりますので、これ印刷するのに10時間以上って感じでしたよね。で出来上がり具合なんですけども、はい、あんだけめちゃくちゃ早く動いてた割には層のズレとかなくてですね、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、上面のフラット部分も結構均一にできてて綺麗な感じですね。でアンダーカットのサポートの部分も、はい、ちゃんとできてますね。そして裏面なんですけども、はい、ベッドの表面が結構ツルツルなので、この出来上がった方もかなりツルツルの表面にできますね。というわけで問題なさそうですので、同じものをもう一つ印刷します。はい、というわけで印刷が終わって2つ揃いましたね。でサポート材を除去してもう噛み合うような状況になってるはずなんですけども、はい、2つの部品を合わせてみますと、ちゃんと入るかな。これドキドキするな。よいしょと。はいはい、計算通りぴっちり入りましたね。だいたい看合部はコンマ 2mm くらいのクリアランスを持って設計してますけど、プリンターの精度も高いのでかなり想定通りの看合具合になりましたね。では完成した台をポータブル電源本体に載せてみるんですけども、よいしょ。はい、寸法的には想定通りなんですけども、このままですとツルツル滑りますので、このクロコダイルグリップっていうテープでくっつけます。はい、四隅にテープをつけるとこんな感じですね。ではこれをポータブル電源本体の上に乗せてみますと、よいしょ。はい、位置が決まったら上からよいしょと押さえて、いい感じにくっつきましたね。
はい、パッと見想定通りフラットになっているような感じで、ポータブル電源側の出っ張りもきちんと逃げてる感じですね。ではこの上に物が乗るのか乗せてみたいと思います。よいしょ。はい、全く不安なくきっちり乗りますね。いや、天面がフラットなだけでこんなに便利になるんですね。でちょっと斜めに置いてみたり端っこに置いてみたりしてもガタガタすることなく全然ちゃんと乗せれますね。これで荷物を積む時とか現地で使用している時も上に物が乗せれて便利になりますね。ちなみに真ん中に穴を開けている理由はこの取っ手の部分の出っ張りを逃がすっていう意味もあるんですけども、このボード取り外さなくても手を突っ込んでそのまま持ち運べるような設計になってます。完全に塞いだ方がちっちゃいものとかも乗せれていいのかもしれないですけど、やっぱり持ち運びのことを考えるとこれくらいの穴開けておきたくなりますね。でこの粘着テープ結構頑丈にくっついてちょっと触るくらいじゃびくともしないんですけども、思いっきり引っ張るとですねこれ剥がすことできますので、必要ない時は元の状態に戻すこともできます。はい、というわけでいろいろ見てきましたけども、こいつすごいです。5倍以上の速度で印刷が完了するっていう速度もすごいんですけど、仕上がりもめちゃくちゃ綺麗かつ囲まれた状態で温度も安定するので ABS とかの印刷もいい感じでいけるはず。そして全体的にコンパクトになっているっていう点と、個人的には USB メモリー使わずに Wi-Fi でデータを転送したり本体の状態を確認したりできるっていうのが非常にポイント高いです。ただね、やっぱり音と振動はでかいのでちょっと置く場所には制約がつくかなってイメージですね。というわけで、とにかく早く綺麗にプリントしたいっていう人、難しい設定や調整や組み立てをやることなく簡単に使い始めたいっていう人にはぴったりかもしれないです。でこいつ位置づけ的にはミドルクラスってなりそうなんですけど、めちゃくちゃ簡単に使い始めることできますので、むしろ初心者におすすめかもしれないですね。でこいつの詳細やセール情報とかありましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではこっちチャンネル GT ワークでした。